ガンダムシリーズは数十年の歴史を持っているため、担当声優が奇跡に入ってしまうなど、やむを得ない理由で声優が変更になることがあります。他にも、かつてゲームやラジオドラマで起用されていた声優が、時間が経過して行われたアニメ化の際に変更となるケースもありました。最近では、先行のハサウェイが劇場アニメ化された際に、ハサウェイ役が逆襲のシャアから務めていた佐々木希さんから小野賢章さんに変更されたのは記憶に新しいのではないでしょうか。人質を取らなければ戦えないとは情けないやつなのだな。人質を取らなければ戦えぬ情けないやつなのだな。今回はそんなガンダムの声優変更事情についてまとめて見ていきたいと思います。なお、本動画は以前投稿させていただいたものをブラッシュアップした内容となります。皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。セイラナス。セイラは機動戦士ガンダムの作中でホワイトベースのオペレーターや G ファイターのパイロットなどを務めていました。芯のあるしたたかな人物であると同時に人のやる気を引き出すのがうまく、アムロをはじめパイロットを言葉巧みにその気にさせる姿から回からおだてのセイラさんとも揶揄されています。そんなセイラの初代声優は井上陽さんでした。アニメ機動戦士ガンダムや機動戦士ガンダムダブルゼータをはじめ、劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空編、2004年発売の機動戦士ガンダム戦士たちの奇跡まで務めていました。しかし2001年頃にがんが発見され闘病生活を続けていましたが、2003年2月28日には肺水腫で亡くなられています。そのため2006年公開の劇場版機動戦士ゼータガンダム3 A New Translation 星の鼓動は愛以降は以前の井上さんの音声を利用したライブラリ出演が行われていました。なお、機動戦士ゼータガンダムでの際は都合がつかず、セイラは37話でちらっと登場しているものの、井上陽さんは出演していないので声がありません。その後、2011年発売の新未練の野望や2012年リリースのガンダムオンラインまで、生前の井上さんの声を利用する形で出演していました。そして2015年から公開された OVA 機動戦士ガンダムジオリジンからは新たに范めぐみさんがセイラマスの声優として起用されています。それでも男ですか、軟弱者。気をつけて、なんだか嫌な予感がするわ。ブライトノア。ブライトは一年戦争ではホワイトベースの艦長を務め、その後もアーガマやラーカイラムなど名だたる戦艦の指揮を執り、宇宙世紀の戦場を渡り歩いてきました。またアムロをはじめ多くの主人公と関わりを持ち、時に若きニュータイプを導く大人として活躍しています。そんなブライトの初代声優は鈴沖弘隆さんでした。鈴沖さんは機動戦士ガンダムから機動戦士ゼータガンダム逆襲のシャアなどアニメ作品はもちろん、機動戦士ガンダム巡り合い空など数々のゲーム作品でブライトを演じています。なお、ガンダムの前に放映された富野監督作無敵後人大ターン3で主人公波乱万丈を演じ実力を認められたからか、ブライト役にはオーディションなしで決まったようです。こうして実に25年以上にわたってブライトを演じていましたが、2006年8月6日に56歳の若さでこの世を去りました。その後、鈴沖さんが亡くなられて以降もガンダム無双やアナザーセンチュリーエピソードなど数年にわたって生前のボイスを使用したライブラリ出演が行われていましたが、2011年公開の機動戦士ガンダムユニコーンエピソード4以降は成田健さんがブライト役として起用されました。鈴沖さんをリスペクトした演技からファンにも違和感なく受け入れられ、声優変更の成功例として広く知られています。殴ってなぜ悪いか。バカモン、何をやってる。スレッガーロー。スレッガーはホワイトベースがジャブローに寄港した際に配属された補充要員で、主に G ファイターのパイロットを務めています。お調子者で女好きという印象の言動が目立ちますが、実際は人情に厚く男気に満ちた人物で、アムロをはじめ多くの乗組員に慕われていました。そんなスレッガーの初代声優は源田鉄章さんで、アニメ機動戦士ガンダムではスレッガーを務めておられました。しかしアニメ放送終了から1年後から公開された劇場版機動戦士ガンダムではスレッガー役は井上真紀夫さんになり、
源田さんはドズル役になりました。ただ、声優が変更された理由は明かされていません。こうして、劇場版以降は、スレッガー役は、長らく井上さんが務めていましたが、2019年11月29日に亡くなられました。そのため、2021年からサービス開始された機動戦士ガンダム UC エンゲージや、2022年に公開された劇場版、機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島では、池添智文さんがスレッガー役を演じておられます。悲しいけどこれ戦争なのよね。スレッガー老中だ。今日付でこっちに転属になった。ようどうもはしごしちゃって。未来屋島。未来は機動戦士ガンダムの作中でホワイトベースの操縦士を務めながら艦長であるブライトのサポートも行い、時には過労で倒れたブライトの代わりに艦長代理も行う苦労人となっています。温和な性格と包容力を持ち、ホワイトベースのクルーからはおふくろさんのように慕われていました。そんな未来の初代声優は白石冬美さんです。白石さんは機動戦士ガンダムから機動戦士ゼータガンダム、逆襲のシャアといったアニメ作品はもちろん、数多くのゲーム作品で未来を演じていました。多くの声優が変更となった劇場版機動戦士ゼータガンダムでも未来役に選ばれ、実に30年以上にもわたって未来を演じておられました。しかし、2019年3月26日に虚血性心不全により死去。2015年から公開された機動戦士ガンダムジオリジンシリーズでは、未来役を後任の方に譲っています。そのため、本作では、ガンダムユニコーンのミネバザビ役などで知られる藤村あゆみさんが後任を務めていました。しかし、藤村さんは、2019年4月1日を境に無期限休業となったため、再び未来役は別の方に引き継がれることに。そして、2022年公開の映画、機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島からは、劇場版ゼータガンダムで、ファーユイリーや未来の娘であるチェーミン・ノアを演じた新井さとみさんが未来役を務めています。指揮官のいない船なんてひどいものだけど、私には無理よ。あら、おあいにく様。第一志望は他にございましてよ。空に上がったら主人によろしくね。隼人小林。隼人は機動戦士ガンダムの作中で一年戦争時はホワイトベースの一員として主にガンタンクの砲手を務めていました。グリプス戦役以降はカラバの中核メンバーとなり、再びアムロをはじめ往年の仲間たちと共にティターンズやネオジオンと戦っています。しかしダブリンでの戦闘で柔道をかばい壮絶な戦死を遂げました。そんな隼人の初代声優を務めたのは鈴木清信さんでした。機動戦士ガンダム、ゼータガンダム、ガンダムダブルゼータといったアニメ作品だけでなく、数多くのゲーム作品で少年期、青年期の隼人を演じてきました。しかし、劇場版機動戦士ゼータガンダムにて、多くのキャラで声優が一新された際に、青年期隼人の役も、後任の檜山信之さんへ引き継がれています。ただ、劇場版で声優が変更されて以降も、ゲーム作品における少年期隼人の声は、引き続き鈴木さんが演じており、2017年に発売されたガンダム VS まで、実に38年にわたって隼人役を務めました。また、劇場版ゼータガンダムからは、グリプス戦役以降の隼人の声を檜山さんが演じておられます。そのため、劇場版が公開されて以降のゲーム作品では、青年期隼人は檜山さん、少年期隼人は鈴木さんという演じ分けがされていました。しかし、2017年に公開されたジオリジン5激突ルーム開戦からは、少年隼人の声を中西秀樹さんが演じています。それに伴い、2020年以降にリリースされた UC エンゲージやアーセナルベースといったゲーム作品における一年戦争時の隼人の声も中西さんへと変更されています。かっこよくいかんもんですね。アウトムラはヒッコリーに向かってもらいます。嫌だな、苦手なんだよこれ。フラウボウ。フラウは食事も忘れるほど趣味に没頭しがちなアムロの世話を焼いていた少女で、ホワイトベースに上官してからは持ち前の面倒見の良さから避難民や孤児であるかつ列吉家の面倒を見るシーンがよく見られました。一年戦争後は隼人と結婚し、勝たちを養子として引き取っています。そんなフラウの初代声優は鵜飼ルミ子さんです。
機動戦士ガンダムやゼータガンダムはもちろん、劇場版ゼータガンダムでも変わらずフラウを演じていました。また G ジェネレーションシリーズをはじめ、2017年に発売されたゲームガンダム VS まで数多くのゲーム作品でフラウの声を務めています。しかし隼人と同様に2017年に公開されたジオリジン5から声優が一新され、シードフリーダムでリデラード・トラドールを演じることになる福円美里さんがフラウ役を務めておられます。自分のやったことに自信を持てない人なんて嫌いよ。アムロ、頑張ってね。ララー・スン。ララーはシャアによって見出されたニュータイプの少女で、作中ではモビルアーマーエルメスに登場し、ビットを利用した攻撃で連邦軍を苦しめました。アムロとは戦いの中で意識を共鳴させ、人と人とが分かり合える可能性を示すも、戦いの最中ガンダムの攻撃からシャアをかばって戦死してしまいました。そして彼女の死が以後シャアとアムロの心に消えない傷を残すことになります。そんなララーの初代声優はハン・ケイコさんです。2代目セイラ役のハン・メグミさんの実母の方で、機動戦士ガンダムから2014年公開の機動戦士ガンダムユニコーンまで長きにわたってアニメシリーズでララーの声を務めていました。またゲーム作品でもバーサスシリーズやガンダムオンラインなど様々な作品でララーを演じています。しかし2015年に公開されたジオリジンではガンダムエイジでユリン・ルシェル役を務めた早見沙織さんがララー役を務めていました。早見さんがララーを演じて以降もゲームバーサスシリーズではハンさんの声が採用されていますが、最新の UC エンゲージでは早見さんが担当されているので、もしかしたらゲームはライブラリ出演で今後は早見さんが担当されるのかもしれません。なおガンダムさんではハンさんの実情であるハン・メグミさんがララー役を務めていました。また別世界となるジークアクスでは担当声優が一新。ララー役はヨウミやヒナさんが担当されていました。そのためゲームでも静止版とジークアクス版で声優さんが分かれる可能性がありそうです。アムロ、時が見える。近づかないでください。私に話しかけるとひどい目に遭うのよ。赤く塗ったからって出力が3倍になるわけじゃないし。全部夢の話よ、ララースン。シャアーズナブル。シャアは言わずと知れたアムロレイの宿命のライバルで、赤い彗星の異名で知られるエースパイロットです。またジオン共和国創始者であるジオンズム大君の維持でもあります。ミステリアスでつかみどころのなさと高いカリスマ性を有していて、シャアは生涯この特性と自身の血筋に振り回され続けることになりました。そんなシャアの声優は初代機動戦士ガンダムから池田秀一さんが務めておられます。機動戦士ゼータガンダムや逆襲のシャアなどシャアの登場する作品はもちろん、ガンダムユニコーンに登場したシャアの再来と呼ばれるフルフロンタルも池田さんが演じてきました。アムロ役の古谷徹さんと同じく初代から変わらず演じ続ける声優の一人です。そんなシャアの声優は2017年に公開されたガンダムビルドファイターズバトローグ1話に登場した AI シャアーズナブルだけ関俊彦さんが演じておられました。ただその後の UC エンゲージも含めて2024年現在も変わらず池田さんがシャアの声を担当されているので、なぜバトローグだけ関さんだったのか理由は不明です。ちなみにガンダムさんでは小西克幸さんが担当されているのですが、こちらのシャアは原作とかけ離れたキャラクター性だからか池田さんじゃなくてよかったという意見も見受けられます。またジークアクスではシャアがガンダムを強奪した世界観というだけではなく、シャアが普通に行くと一年戦争終盤で撃たれてしまうという、そもそも生死と異なる時間軸を匂わせる展開だったからか、本作では新勇気さんが担当されていました。見えるぞ、私にも敵が見える。やはりガンダムは化け物だな。よーしお前ら、整備が終わったら赤く塗っておけよ。では見せてもらおうか、このモビルスーツの性能とやらを。ランバラル。ランバラルはゲリラ戦を得意とする生粋の職業軍人で、その男らしさで多くの部下から信頼を得ていました。物語中盤においてアムロの越えるべき壁として立ちふさがり、その度量の大きさと生き様はアムロの精神的な成長に大きく影響を与えています。そんなランバラルの初代声優は広瀬正史さんです。
機動戦士ガンダムで演じてから、バーサスシリーズやディレンの野望といった様々なゲーム作品に出演されています。しかし、2014年9月24日に、病気療養のため長期入院することとなり、ガルの役も後任の方へ引き継がれます。そして、2015年に公開されたジオリジンからは、ガンダムエイジでリアン・フォン・ロイドなどを務めていた木山茂雄さんがガルの声優となりました。ただ、以降のゲーム作品でも、主に木山さんが務めておられますが、2023年にガンダムコラボが行われたパズル&ドラゴンズなど一部のゲームでは、ガルの声は広瀬さんが当てておられました。また、広瀬さんは、休養に入る直前までガンダムビルドファイターズに登場するガルさんの役を演じておられましたが、2作目であるビルドファイターズトライ放送時に休養に入られたため、第5話以降は、宝木克久さんがガルさん役を担当されています。この風、この肌触りこそ戦争よ。ザビ家の奴らは人殺しだ。あんな奴らのためにだけは死ぬな。文名君、この機体にはまだまだ隠された機能があると見たが。ミネバザビ。ミネバはドズルザビの娘で、一年戦争後に唯一生き残ったザビ家の血を引く人物となっています。グリプス戦役では、ハマーンから歪んだ教育を受け、ネオジオンのお飾りの君主として祭り上げられていました。しかし、ガンダムユニコーンでは、ザビ家の血を引く者としての責任を背負い、戦争を食い止めるため奔走する芯のある女性となっています。そんなミネバの初代声優は、ビクトリーガンダムのルペシノなどを演じた伊藤美希さんです。伊藤さんは、ゼータガンダムやガンダムダブルゼータでミネバ役を務めています。しかし、劇場版ゼータガンダムで多くの声優が一新された際に、ミネバ役は伊藤さんから平本あゆさんへと引き継がれました。平本さんは、劇場版ゼータでミネバを演じて以降、G ジェネレーションなどのゲーム作品で幼少期のミネバ役を務めています。また、2010年から展開がスタートした機動戦士ガンダムユニコーンでは、16歳のミネバ役は藤村あゆみさんが演じています。その後、藤村さんは、ガンダムナラティブや多くのゲーム作品で、9年ほどミネバ役を務めました。しかし、2019年4月1日から、諸般の事情で、声優業を無期限休業ということが発表されました。そのため、ゲーム UC エンゲージで展開されている機動戦士ムーンガンダムでは、新たに宮下咲さんがミネバ役を務めておられます。ザビ家再興の日も近い。それが共に良き日であることを祈ってほしい。遊んでくれたのはよく覚えているよ。宇宙暮らしの身には地面に足をつけていられるだけで嬉しいものです。ジオンは受けた恩義は決して忘れません。マクベ。マクベは機動戦士ガンダムに登場するキシリア配下の突撃機動軍大佐です。連邦軍内に内通者を潜り込ませ、連邦の作戦を事前に把握し奇襲をかけるなど策略高い一面を見せていますが、一方で戦場で戦う兵士に対する情は薄いようで、黒い三連星からは前線に立つ兵士たちの気持ちが分かっていないと批判されていた人物でもあります。そんなマクベの初代声優は塩沢兼人さんです。塩沢さんは機動戦士ガンダムやゲーム機動戦士ガンダム X レビューなどでマクベ役を務めていました。しかし、2000年5月10日、自宅にて、階段から転落したことが原因で、脳挫傷により急死されました。そのため、同年に公開された機動戦士ガンダム特別版からは、田中将彦さんがマクベ役を務めました。その後、ガンダムバトルシリーズやガンダム無双など、様々なゲーム作品で、田中さんがマクベを演じていますが、スーパーロボット対戦 GC など一部のゲームでは、ライブラリ出演という形で、塩沢さんの声が使用されています。ちなみに、塩沢さんが急死された直後は、まだ、マクベの後任が決まりきっていなかったのか、同2000年に発売されたサンライズ英雄譚 R では、加瀬康之さんがマクベ役を務めていました。また、塩沢さん亡き後、長らく、田中さんがマクベを務めていましたが、2018年に公開された、ジオリジン6誕生赤い彗星からは、G ガンダムのジョルジュド・サンドや、ガンダム X のロアビーロイ役で知られる山崎匠さんへと引き継がれました。なお、山崎さんは、塩沢さんと非常に性質が似ていることから、マクベだけでなく、
様々な役を塩沢さんから引き継いでいます。違和感なく、塩沢さんの後任を演じられる性質は、ファンだけでなく、制作陣からも高い評価を得ているようで、ジオリジンの総監督である安彦義和さんから、あの性質で、あの芝居ができる人がいたとは、と賛辞をもらったことを、山崎さんが自身の X で明かしておられます。また、ジークアクスでは一年戦争時に登場。シードデスティニーの洋蘭などを担当されていた杉田智和さんが演じておられました。杉田さんは、2020年のバトスピ大好き声優の生放送で、マクベ役を受けたいけど、今オーディションがないという話をされていたので、念願叶ったということだと思われます。ジオンはあと10年は戦える。裏があの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれは、いいものだ。このマク、すべてを投げ打ち励む所存にございます。私の部下にも文化を愛する者がいたということか。くだらぬ。私は実利を優先している。クラウレハモン。ハモンは、機動戦士ガンダム及びジオリジンに登場するキャラクターです。青い巨星の異名を持つランバラルの内縁の妻で、軍人ではないものの高い洞察力を持っており、ラルナキアとは、部隊の指揮を務めました。気品と気高さを併せ持った人物で、マチルダと並び、アムロの中に、大人の女性としての存在が深く刻まれています。そんなハモンの初代声優は中谷由実さんです。アニメ「機動戦士ガンダム」から2000年公開の劇場作品「機動戦士ガンダム」特別版にも出演。ゲーム「G ジェネレーション」シリーズでは1作目から2016年発売のジェネシスまでハモン役を務めるなど、実に30年以上にもわたってハモンを演じています。しかし2015年から公開されたジオリジンでランバラルを含め多くのキャラクターの声優が変更となった際に、ハモン役も後に UC エンゲージでサフィラ・ガードナーを演じている沢城みゆきさんへと引き継がれました。それに伴い、ガンダムネットワーク対戦といったゲームでもハモン役に沢城さんが起用されるようになっています。君のことを私が気に入ったからなんだけど、理由にならないかしら？従わなかったのはドズル中将の命令に対してです。キシリアにではありません。デギン・ソドザビ。デギンは機動戦士ガンダムに登場するキャラクターで、ジオンズム大君の死後、ジオン共和国をザビ家の独裁国家へと変えた張本人です。しかし作中ではすでに隠居状態となっており、急進派のギレンに対して穏健派の立場をとっていました。それゆえにギレンとの溝は徐々に深まり、アバオア空戦の直前に連邦との和平交渉に臨もうとしたところを、ギレンの策略で連邦艦隊ごとソーラレイの直撃を受け消滅しました。そんなデギンの初代声優は機動戦士ガンダムでコンスコンや赤花など様々な役を演じ、番組ナレーションも務めた永井一郎さんです。ただ永井さんがアニメでデギンを演じたのはテレビ放送版のみとなっており、1981年に公開された劇場版機動戦士ガンダムでは新たに藤本結さんがデギンを務めていました。しかし1982年に公開された機動戦士ガンダム3巡り合い空編ではデギン役が柴田秀勝さんへと変更。このようにデギンはテレビ放送から4年間のうちに3回も声優が変更されており、この方が担当声優というのが定まっていないキャラクターとなっています。そのためか後年発売されたゲームでもデギン役に起用される方が作品によって異なり、1997年発売の機動戦士ガンダムパーフェクトワンイヤーウォーでは永井一郎さんが、98年及び2000年に発売されたディレンの野望とディレンの野望ジオンの系譜では藤本結さんが、2002年発売のディレンの野望ジオン独立戦争記では柴田秀勝さんが演じていました。しかし2015年公開のジオリジンで浦山仁さんがデギンを務めた後、2021年リリースのゲーム UC エンゲージでも浦山さんが起用されるようになりました。すでに永井一郎さん、藤本結さんは奇跡に入られており、柴田秀勝さんもご高齢となっているため、これからのデギン役は浦山さん一人が演じていくと考えられそうです。飛行はそのヒトラーの尻尾だな。静かに、丁重に。
ガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。貴公はそのヒトラーの尻尾だな。何十億人も殺して、それでもまだお前は犠牲が足りないというのか。キシリア・ザビ。キシリアはジオン公王であるデギンの娘で、ジオン公国軍突撃機動軍司令を務めています。パープルを基調とした軍服とハイネックで顔を半分覆った姿が特徴的な人物で、年齢はテレビ版だと24歳なのですが、老けて見えるのか、ガンダムさんでは紫ババアと揶揄される場面も見られました。作中では自身の政治勢力拡大のためシャアの正体を知りながら利用するなど、一年戦争の裏で策略を張り巡らせる黒幕のように描かれていました。そんなキシリアの初代声優は第08小隊でカレン・ジョシュラ、シード・デスティニーではタリア・グラディスなどを務める小山真美さんです。アニメ「機動戦士ガンダム」でキシリアを務めてから、劇場版はもちろんゲーム「G ジェネレーション」シリーズやガンダム無双シリーズなど様々な作品で40年以上にわたってキシリアを演じてきました。しかし2015年に公開された「ジオリジン」で大幅に声優が一新された際に、キシリア役も渡辺明乃さんへと引き継がれています。ただ2019年にリリースされたゲーム「ガンダムネットワーク対戦」では引き続き小山さんが起用されていたことから、キシリア役を完全に後任に譲ったというわけではないのかもしれません。また最新作であるジークアクスではガンダムさんでセイラ役を担当された名塚香織さんが起用されています。最後まで重要人物として登場し、ニャンへの接し方などから冷徹なだけの女というわけではない一面を見ることができたのではないでしょうか。意外と兄上も甘いようで。これで念願の早期決着が可能となりました。誰が私の情報を渡したのかは判明しておりませんが。カムランブルーム。カムランは機動戦士ガンダム及び映画逆襲のシャアに登場する人物です。未来ヤシマとは言い名付けの関係でしたが、どこか戦争を他人事のように考える性格から、未来からはあまりいい印象を持たれていません。しかしサイド6での戦闘では自家用機を用いて出航するホワイトベースの案内人を務めるなど、未来のために命を張る姿を見せました。また最新作であるジークアクスでは宇宙世紀0085にシャリアブルと会話する様子が描かれています。そんなカムランの初代声優を務めたのは塩沢兼人さんです。塩沢さんはアニメ「機動戦士ガンダム」ではカムランの他にマクベやクランプなど様々なキャラクターを演じています。そうした役の兼ね合いもあってか、1982年公開の「機動戦士ガンダム3巡り合い空編」では村山明さんがカムラン役を務めました。そのため88年公開の「逆襲のシャア」でも引き続き村山さんがカムランを演じています。ちなみにアニメ「ケロロ軍曹」にてサイド6の検察官を務めていたカムランのパロディと思われる検察ロボカムランが登場しますが、そちらも村山さんが演じていました。しかし2000年に公開された「機動戦士ガンダム3巡り合い空編」特別版ではカムラン役が磯部博さんへと変更されています。なお特別版ガンダムは後年の劇場版ゼータガンダムとは違い、大幅な声優変更があったわけではないため、村山さんから磯部さんへ変更された理由は不明です。またジークアクスでは声優が一新され、ビルドファイターズトライで酒井湊を演じられた興津和幸さんが声優を務めておられます。婚約者とは破局したとのことで、未来とは疎遠になったようですが、大統領補佐官なので仕事面では成功しているようです。未来、生きていてくれたのかい。未来、生きていてくれたのか。未来、生きていてくれたのか。あの強襲揚陸艦、今も現役なのですね。村山さんと磯部さんの声は私は何回聞いても同じにしか聞こえません。しかしクレジット表記を見ると確かにお二人の名前になっています。違和感なさすぎますね。ドズルザビ。ドズルは機動戦士ガンダムに登場するキャラクターです。ジオン公国宇宙攻撃軍司令で、ジオン国に独裁制を敷くザビ家の一員でもあります。策略家ばかりのザビ家の中では珍しく、武人らしい実直な性格と部下を思いやる姿勢から前線の兵士からも尊敬されていました。ソロモン陥落の際は
残存兵力を撤退させるため、自らビグザムに登場し、しんがりを務めますが、ガンダムの前に敗北し戦死しています。そんなドズルの初代声優は小栗大輔、旧長堀義雄さんです。機動戦士ゼータガンダムではバスクオムを務めているため、そちらの方が馴染み深い方もいらっしゃるかもしれません。小栗さんは、アニメ版機動戦士ガンダムから、1981年公開の劇場版1作目までドズルを務めていました。しかし、1982年に公開された機動戦士ガンダム3巡り合い空編では、アニメ版でスレッガーロウを演じていた源田鉄章さんへとドズル役が変更されています。ただ、完全にドズル役が源田さんへと引き継がれたわけではないようで、以降に発売されたゲームでは、作品によってドズルの担当声優は異なっています。例えば、スーパーロボット対戦、ギレンの野望、G ジェネレーションといった作品では、ゴーリさん、サンライズ英雄譚、バトルシリーズなどでは、源田さんがドズルを演じていました。しかし、2010年にゴーリさんが亡くなられたため、G ジェネレーションシリーズでも、ジェネシス以降、源田さんがドズル役を務めるようになります。なお、1995年に発売されたセガサターン用ゲーム、機動戦士ガンダムでは、スケジュールの都合からか、辻新八さんがドズルを演じていました。そして、2015年に公開されたジオリジンで、多くのキャラクターで声優が一新された際に、ドズル役も三宅健太さんへと引き継がれます。そのためか、近年リリースされたアーセナルベースや SD ガンダム、バトルアライアンスといったゲーム作品でも、ドズル役は一貫して三宅さんが起用されるようになりました。最新作ジークアクスでは、ドズルはアルテイシアの軽キャノンに落とされたことが、シャアの口から語られているものの、残念ながらドズル本人は登場していませんでした。ジオンの栄光、この俺のプライド、やらせません、やらせません、やらせませんぞ、やらせませんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせません。たかが一機のモビルスーツにやらせません、やらせませんぞ。悪魔だとは、お前は悪魔ではないのか。ガイア、マッシュ、オルテガ。この3人は、機動戦士ガンダムに登場するキャラクターで、3人合わせて黒い三連星と称されるモビルスーツパイロットたちです。作中ではドムに登場し、ホワイトベース隊の前に立ちふさがりました。3人1組の先鋒、ジェットストリームアタックを得意としています。リーダーを務めるガイア、右目に負った傷が、特徴的なマッシュ、とどめを刺す役割を担う巨漢のオルテガの3人で構成されています。多くの連邦軍艦艇を沈めたジェットストリームアタックでガンダムに迫りますが、アムロには通じず、初戦でマッシュが死亡。ガンダムとの2回目の戦闘で、オルテガが機体を真っ二つにされて死亡。続いて、ガイアもガンダムに敗れ戦死しました。そんな黒い三連星について、まず、ガイアの初代声優は政宗一世さんです。機動戦士ガンダムでは、ガイア以外にも、ホワイトベース、初代艦長、パオロ・カシアスなども演じています。1981年から公開された劇場版でも、政宗さんは、パオロ役として続投していましたが、ガイア役は、アニメ版でククルス・ドアンを演じた徳丸寛さんへと変更されました。それ以降、ギレンの野望やサンライズ英雄譚など様々な作品で、2015年頃まで、徳丸さんがガイアを演じていますが、G ジェネレーションシリーズの F、ポータブルの3作品や、スーパーロボット対戦など一部の作品では、政宗さんがガイア役として起用されています。そして、2015年から公開されたジオリジンでは、ガイアも他のキャラと同じく声優が一新され、シードデスティニーで戸高一茶などを務めた一条和也さんへと引き継がれました。また、ジークアクスでも登場。3人は一年戦争を生き残りますが、マッシュだけは、市長になるも不倫が報じられる存在となり、ガイアとオルテガはフリーのパイロットとしてクランバトルに登場していました。中でも、ガイアは、水星の魔女でケナンジ・アベリーを演じた上田洋二さんが担当されていました。俺を踏み台にした、俺を踏み台にした、俺の後に続け。よし、オルテガ、作戦通り素人の方を狙う。マッシュに関しては、初代声優は永井一郎さんでした。永井さんといえば、機動戦士ガンダムでは、番組ナレーターをはじめ、様々な役を務めていましたが、
マッシュは作中で、おうと一言言った以外のセリフがないので、永井さんの役というイメージは薄い方が多いのではないでしょうか。なお、永井さんの役の兼ね合いも考えてか、ディレンの野望やサンライズ英雄譚といった一部の作品を除き、2012年までに発売されたほとんどのゲーム作品で、佐藤正治さんがマッシュ役を務めていました。ただ、バトルタクティクスでは、ゼータガンダムでカクリコンなどを演じた戸谷浩二さん、パーフェクトワンヤーオーでは、アニメ版でガデム役を務めた水鳥哲夫さんがマッシュを演じています。そして、マッシュも、2015年公開のジオリジンからは、土屋敏秀さんへと役が引き継がれ、以降発売されたゲーム作品でも、マッシュの声は土屋さんで統一されています。もともとは、セリフがほぼないキャラでしたが、オリジンで黒い三連星の活躍が増えたので、印象が強くなったキャラなのではないでしょうか。ちなみに、ジークアクスでは、不倫報道があったのみで、セリフはありませんでした。思ったより素早いぞ。いいな。おう、あの星マークがいいな。オルテガに関しては、初代声優は二俣一成さんです。劇場版では、ランバラル隊の副官であるクランプ役を務めていました。オルテガも、ガイアヤマシシと同じく、作品によって声優が定期的に変更されていて、1981年公開の劇場版機動戦士ガンダム2愛戦士編では、エルラン役も務めた中木隆二さんが担当。2000年公開の特別版では、クランプを務めた松本大さんが演じていました。なお、ゲーム作品では、基本的に二俣さんか松本さんがオルテガ役に起用されており、同時期に発売されているゲームでも、タイトルによって声優さんが異なっています。なお、G ジェネレーションシリーズに関しては、第1作から F までは二俣さんが担当、ワールド以降は松本さんが担当されています。そして、ジオリジンからは、ガンダムエイジでグラッドオットを演じた松田健一郎さんへとオルテガ役は引き継がれました。そのため、2015年以降に発売されたゲームのオルテガは、基本的に松田さんが演じています。また、ジークアクスでは、ガンダム 00でパトリック・コーラサワーを演じられた浜田健二さんが担当されました。ジェットストリームアタックをすり抜けるなんて、信じられん。ジェットストリームアタックをすり抜けるなんて、信じられん。ジェットストリームアタックをすり抜けるなんて、信じられん。俺たち黒い三連星にふさわしい。あいつ、様子がおかしい。フォウ村雨。フォウは、機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターで、村雨研究所で強化された強化人間です。香港シティで、カミーユリ団と運命的な出会いを果たし、心を通わせ合いますが、キリマンジャロ基地の戦闘でカミーユをかばって戦死し、カミーユの心に深い傷を残すことになりました。そんなフォウの初代声優は島津紗栄子さんです。アニメ、機動戦士ゼータガンダムやゲーム作品では、2006年発売の SD ガンダム G ジェネレーションポータブルまでフォウの声優を務めていました。しかし、劇場版機動戦士ゼータガンダムで20名以上のキャラの声優の一新が行われた際に、フォウの声優も島津さんからゆかなさんへと変更されています。なお、フォウの声優が変更された理由に関しては、島津さんのファンサイトでは、音響監督が島津さんと連絡が取れなかったことや、声優業を引退しているという誤解があったことから、劇場版のオーディションに呼ばれなかったという説明がされています。また、同サイト内で、富野監督からは、フォウはオリジナルキャストから変えるつもりはなかったという旨の話を受けたとされていました。しかし、機動戦士ゼータガンダム2恋人たちのホームページに掲載されたインタビューで、富野監督は、フォウ村雨のようなゲスト的なキャラクターに関して言えば、新人を起用するという考え方は初期段階からありましたと回答しているなど、両者の発言に食い違いが見られるため、真偽は不明のままとなっています。私はフォー村雨。私はフォー村雨。ファーユイリー。ファーは、機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターです。本作におけるヒロインで、両親が留守にしがちなカミーユの世話をよく焼いていました。カミーユがガンダムマーク2を奪取して以降、ティターンズから追われる身となり、紆余曲折あった末にエウーモに参加。後に、戦況の悪化から自身もパイロットとして志願し、メタスの専属パイロットとなります。そんなファーの初代声優は松岡美幸さんです。アニメでは、
機動戦士ゼータガンダム、機動戦士ガンダムダブルゼータに出演し、ゲームでは、スーパーロボット対戦シリーズなど様々な作品に出演しました。しかし、松岡さんは、1997年頃には声優業を引退。97年発売のスーパーロボット対戦シリーズでは、XO まで松岡さんが起用されていましたが、2005年から公開された劇場版、機動戦士ゼータガンダムからは、後に、未来ヤシマ役も務める新井里美さんへと、ファー役が正式に引き継がれました。ただ、劇場版公開前は、まだ、正式に、ファー役の公認が決まっていなかったためか、劇場版ゼータガンダム上映前に発売されたゲーム、ギレンの野望、ジオンの系譜や、2006年発売の G ジェネレーション、ポータブルまでの G ジェネシリーズでは、岩井由紀子さんがファーを務めています。その影響か、公認が新井さんに決まった後に発売された新ギレンの野望など一部の作品では、岩井さんが引き続きファーを演じていました。私だってパイロットなんですからね。カミーユだって私が抱けるから嬉しいのよ。これが戦闘。私だって。ライラミラライラ。ライラは連邦軍所属のモビルスーツパイロットで、ガルバルディ隊を率いてアーガマの前に立ちふさがりました。当初はティターンズであるジェリドを快く思っていなかったものの、彼の将来性を見込み戦闘技術を教え込む中で仲を深めていきます。しかし30番地コロニー付近の戦闘でカミーユに敗北し死亡しました。そんなライラの初代声優を務めたのは沢木公恵さんです。沢木さんはアニメ機動戦士ゼータガンダムでライラを担当、ガンダムダブルゼータではイリアパゾムを務めました。なおゼータ最終回だけはスケジュールの都合かレコアロンドを演じた勝木雅子さんがライラを演じています。それから数年間沢木さんは声優業から離れていたようですが、1997年発売のスーパーロボット対戦 F で久々に復帰し、2003年発売の第2次スーパーロボット対戦アルファまでスーパーロボット対戦シリーズのライラを務めました。一方で沢木さんが声優業から離れていた際に発売されたプレイステーション用ゲーム機動戦士ゼータガンダムやセガサターン用ゲーム機動戦士ゼータガンダム前編ゼータの鼓動では藤野薫さんがライラ役を演じました。また1999年発売の G ジェネレーション0からは津田翔子さんへとライラ役が引き継がれます。さらにディレンの野望やエウーゴ VS ティターンズなど多くのゲーム作品で津田さんがライラを務めました。なお津田さんはイリア役も沢木さんから引き継いでおり、2021年リリースの UC エンゲージでもイリアを演じています。そして2005年に公開された劇場版ゼータガンダムでは多くの声優が一新されたのに伴い、ライラ役の浅野真由美さんへと引き継がれました。そのため2007年以降発売のゲームでは基本的に浅野さんが起用されていますが、ディレンの野望シリーズなど劇場版以前から続く一部の作品では引き続き津田さんが起用されています。これがオールドタイプということなのか。これがオールドタイプということなのか。いい男になれる素質はあるんだ、あんたには。ジェリド、あんたには無理だ。魂を重力に惹かれている奴には。エマシーン。エマは機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターです。当初はティターンズに所属していましたが、組織の非人道的な行為に不信感を募らせたことでエウーゴへと寝返ります。モビルスーツパイロットとして優れた操縦技術を持ち、特に後半ではガンダムマーク2を任されていました。カミーユにとっては時に厳しく時に優しく面倒を見てくれた上官であり、姉のような存在となっています。そんなエマの初代声優は岡本真也さんです。アニメ版でエマを演じてから G ジェネレーションシリーズやスーパーロボット対戦シリーズなど数多くの作品でエマ役を演じておられました。多くのキャラクターで声優の変更が行われた劇場版ゼータ以降の続投し、現在展開中の UC エンゲージも含め実に35年以上にわたってエマを演じ続けています。そんな岡本さんですが、1999年頃から日本とアメリカを行き来する生活を送っていた都合か、収録時期が合わない作品もあったようで、2002年発売の G ジェネレーションネオと2004年発売の G ジェネレーションシードでは代役として富澤道恵さんがエマ役を演じています。なお岡本さんは
アニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」からリーナ・アシタ役も務めていますが、2005年にリリースされた OVA ガンダムイボルブダブルドットスラッシュ視点でも都合が合わなかったためか、リーナ役は仙台絵里さんが代役を務めていました。私の命を吸って、そして勝つのよ。これは戦争でしょ。サラ・ザビアロフ。サラはティターンズ所属のモビルスーツパイロットで、シロッコに対しては上官以上の感情を抱いているようでした。アーガマに潜入した際にガツと出会い好意を寄せられるようになり、サラもガツを気にかけていましたが、最後はガツの攻撃からシロッコをかばったことで死亡します。そんなサラの初代声優は他にガンダム X のカリスノーティラスなどを演じておられる水谷優子さんです。水谷さんはアニメ版ゼータガンダムでサラを務めて以来、数多くのゲーム作品でも演じておられました。しかし劇場版機動戦士ゼータガンダムで多くのキャラクターで声優が一新された際に、サラ役も池脇千鶴さんへと変更されました。ただ池脇さんがサラを演じたのは劇場版第2部のみで、第3部では島村香織さんへと再度声優の変更が行われています。劇場版第2部公開後の富野監督インタビューでは、第3部で最終的に重要な役割で出てくるサラの芝居も生っぽい感じで締めてもらえるだろうと語っておられるので、池脇さんを続投させる気でいたと解釈できそうですが、声優変更の理由は明かされていません。その後 G ジェネレーションスピリッツなどでは島村さんがサラを担当されていましたが、2008年頃に島村さんは事務所を退所されたので、再度サラ役は別の方へと引き継がれることになります。そして2009年に発売された G ジェネレーションウォーズ以降のゲーム作品では森野香織さんがサラを演じていました。それから7年近く森野さんがサラ役を演じていましたが、2017年に発売されたガンダム VS では再度声優が変更され、弓場沙織さんへと引き継がれています。サラ・ザビアロフ出ます。でも私はあなたたちよりも先にシロッコに出会ったのよ。仕方のないことよ。パプティマス様は人類の新しい世界を切り開く方なのよ。様なのよ。いっけー。私ではパプテマス様のお役に立てないということ？ロザミア・バダム。ロザミアは機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターで、オーガスタ研究所で強化を受けた強化人間です。物語序盤にはギャプランに登場し、ブランブルターク率いるモビルスーツ部隊と共にカミーユたちの前に立ちふさがりました。物語終盤に再登場した際には精神崩壊が進んだため、虚偽の家族の記憶を植え付けることで安定化が図られており、アーガマへの潜入任務の際にはカミーユをお兄ちゃんとして暗示をかけられていました。そんなロザミアの初代声優はガンダムダブルゼータではエマリー・ヨンスも演じていた藤井佳代子さんです。藤井さんはアニメゼータガンダムでロザミアを演じてからゲーム作品でも2006年発売のクライマックス UC までロザミア役を務めていました。しかし2005年から公開された劇場版ゼータガンダムで声優が変更され、浅川優さんへと引き継がれました。そのため2007年に発売された G ジェネレーションスピリッツ以降にリリースされたゲーム作品ではほぼ全てで浅川さんがロザミア役を演じています。モビルスーツが出ても相手にするな。ガルダを落とすのが先だ。連携プレーは命令通りやってみせるよ。ジュドーは明日。ジュドーは機動戦士ガンダムダブルゼータの主人公で、スペースコロニーシャングリラでジャンク屋を営んでいた少年です。ひょんなことからシャングリラに寄港したアーガマに乗り込むことになり、以降ゼータガンダムやダブルゼータガンダムのパイロットとしてハマーン率いるネオジオンと戦っていきました。そんなジュドー役はアニメ機動戦士ガンダムダブルゼータから長きにわたって八尾和樹さんが務めています。また SD ガンダム G ジェネレーションなどではジュドーと同一人物と思われる木星 G さんことグレイストークも八尾さんが演じていました。2021年にリリースされた機動戦士ガンダム UC エンゲージでも八尾さんがジュドー役を務めていましたが、2024年に公開されたクロスオーバー UC エンゲージアクシズ編では機動戦士ガンダム水星の魔女のオジェロギャベル役で知られるケンさんが代役としてジュドーを演じていました。この時の声優交代の理由は八尾さんの都合がつかなかったとされていますが、同じく八尾さんが演じるワンピースのフランキーの声優も交代することが発表されているため、今後
剣士が2代目児童を演じていくことになる可能性は高いのではないでしょうか。みんなの力がガンダムに。こっちはガンダムが3機揃ってるんだ。何が来ても負けないさ。プル&プル2。プルはアクシズにてグレミー・トトによりパイロットとして養成されたニュータイプです。アクシズに潜入してきた児童に出会い強く惹かれたことで彼に強い執着心を持つようになり、紆余曲折の末にアーガマの一員になってしまいます。プル2はそんなプルのクローンの一人で、プルよりも好戦的でクールな性格の人物です。作中ではサイコガンダムマーク2やキュベレイマーク2に登場し、児童たちの前に立ちふさがりました。そんなプルとプル2の初代声優を務めたのは本田千恵子さんです。アニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」から数多くのゲーム作品でもプルたちを演じ、G ジェネレーションシリーズでは1作目から2012年発売のオーバーワールドまで務めました。しかし2011年頃に癌が発見され余命宣告を受けます。それでも2013年までは仕事を続けていましたが、同年2月に亡くなられました。それから数年はライブラリ出演という形で本田千恵子さんの声が使用されていましたが、2016年にリリースされたゲームガンダムジオレマフロントからは本田陽子さんがプル&プル2役を引き継ぎました。なおスーパーロボット対戦シリーズでは公認が決まってからも生前収録された本田千恵子さんの声が引き続き使用されています。その影響か2024年に行われたモンストとのコラボでもプルの声には本田千恵子さんのものが使用されていました。私 LP プルよろしく。私はプル2だ。私はプル2だ。私は LP プルよろしく。私とファントムから逃げられると思うな。キャラスーン。キャラはネオジオンの士官で、一見お色気担当のような振る舞いをしつつも、モビルスーツに乗るとトランス状態に陥り、支離滅裂な発言をするようになるという、非常に個性的な人物です。逆に、モビルスーツに登場していない時は、明るく人当たりのいい性格をしており、アーガマの捕虜になった際には、児童たちと友好関係を築いていました。しかし、物語後半では、強化人間へと改造された際に、以前の記憶が消去されたようです。ただ、強化が不十分だったためか、時折、以前の記憶が蘇っているような描写が見られます。そんなキャラの初代声優は門馬葉月さんです。アニメ「ガンダムダブルゼータ」でキャラを務めてから2006年頃まで、様々なゲーム作品でキャラ役を演じていました。しかし、交代理由は不明ですが、2007年に発売された G ジェネレーションスピリッツ以降のゲーム作品からは、山下彩香さんがキャラ役を務めています。門馬さんの情報は非常に少なく、不明瞭な部分が多いですが、夫である俳優の渡辺一慶さんがインタビューで時折話題に挙げているため、現在も元気に過ごされているようです。私を誰だと思ってるんだ。私はキャラスーンだぞ。このキャラスーンからは逃げられやしないんだよ。チェーン兄。チェーンは機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場するキャラクターで、バーカイラムのメカニックマンを務めています。アムロとはメカニックマンとしてだけでなく、恋人としても関係を発展させていき、攻守にわたってアムロをサポートします。最終決戦でアムロにサイコフレームを届けるために出撃。アルパージールの撃破に成功しますが、直後に激高したハサウェイに機体を撃ち抜かれ死亡しました。そんなチェーン役は初登場となった逆襲のシャア以降、弥生美月さんが務めていました。その後、アナザーセンチュリーエピソードや SD ガンダム G ジェネレーションなど様々な作品でチェーンを演じています。しかし2006年に弥生さんが声優・俳優業から引退したことで、2006年以降に発売された G ジェネレーションシリーズから機動戦士ガンダムシードデスティニーなどでメイリンホーク役を演じた折笠文子さんが務めています。サイコフレームが多い方がアムロに有利なんです。このサイコフレームが少しでもアムロの力になってくれれば。クエスパラやクエスは逆襲のシャアに登場する人物です。ニュータイプの資質があり、優れた感覚を持ちますが、精神が未熟ゆえに感じたことをそのまま口にしてしまう鮮慮な一面が見られます。作中では当初ロンドベルと行動を共にしていたものの、シャアの考え方に共感してネオジオンに参加し、アムロたちの前に立ちふさがりました。
そんなクエスの初代声優は川村マリアさんです。アニメでは逆襲のシャアや2021年に公開された閃光のハサウェイ、ゲーム作品ではバーサスシリーズや UC エンゲージなど最新作のゲームでもクエス役を務めてきました。シリーズが長期化しているため様々な事情から声優交代も珍しくなくなってきていますが、クエスに関しては2024年に公開されたクロスオーバー UC エンゲージアクシズ編でも変わらず川村さんが演じています。このように30年の長きにわたってクエス役は一貫して川村さんが演じておられますが、一度だけ別の方がクエスを演じたことがあります。それは1989年12月に販売された角川カセット文庫版逆襲のシャアベルトーチカチルドレンです。本作ではゼータガンダムで川村さんが演じていたベルトーチカが登場するため、キャストの兼ね合いから劇場版でチェーミンノアを務めた正真由美さんがクエス役を務めました。それトンボ帰り。大丈夫、私の頭は鈍いんでしょ。アルフレッド・イズルハ。アルフレッドは0080ポケットの中の戦争に登場するキャラクターです。中立コロニー軍サイド6のリボーに住む普通の小学5年生で、友人からアルの愛称で呼ばれています。中立コロニーで謳歌する日常を退屈に感じ、変わり映えしない日常を吹き飛ばしてくれるであろう戦争体験に強い憧れを抱いていました。そんなある日、コロニーに侵入してきたジオン兵のバーナード・ワイズマンと会交。彼との交流や死別を経て、戦争の過酷さと虚しさを知り、精神的に成長していきます。そんなアルの初代声優は浪川大輔さんです。浪川さんはシリーズの様々な作品に出演しており、ガンダム00ではミハエル・トリニティ、ガンダムユニコーンではリディ・マーセナスなどを務めています。そんな浪川さんにとって初めて演じたガンダムキャラが子役時代に勝ち取ったアル役でした。ただアルはモビルスーツに登場しないため、ゲーム作品等では全く出番がなく、OVA から20年近く経った2006年に発売されたゲーム「機動戦士ガンダムクライマックス UC」で久々に登場します。この時アル役は比嘉久美子さんに変更されました。声優変更の理由としては、アルを演じた当時は12歳だった浪川さんが20年の時を経て大きく声変わりしたことが挙げられています。コミックナタリーに掲載されたガンダムユニコーンブルーレイ特集のインタビューによると、30歳頃にゲームの収録でアル役のオファーが届いたものの、収録してみて声が全く違ったことから降板となったと浪川さん自身が語っています。しかし1999年に発売されたポケットの中の戦争の DVD、 また2017年に発売されたブルーレイの CM では、逆に浪川さんの声変わりを利用して成長したアルという設定で浪川さんがナレーションをされています。バーニー、忘れてないよ。シャクティ・カリン。シャクティは機動戦士ビクトリーガンダムに登場するキャラクターです。主人公ウッソの幼なじみで、本作のメインヒロインを務めます。おとなしくも芯のある性格をしていますが、当初は戦争に怯え故郷へ帰りたがる年相応の幼さを見せていました。しかし戦乱の中で多くの悲劇を見て精神的に成長していく中で、サイキッカーとしての才能を開花させ、物語終盤には戦争を終結へと導く大役を果たします。そんなシャクティの初代声優は、ジオニックフロントでシャルロッテ・ヘープナーなども務めた黒田由美、現市原由美さんです。アニメ「機動戦士ビクトリーガンダム」からゲーム「G ジェネレーション」シリーズなどで長きにわたってシャクティを演じてきました。ただスケジュールや制作側の都合なのか、1999年に発売された G ジェネレーション0から2006年発売のポータブルまでは、単影ガンダムのリリボルジャーの役で知られる小林愛さんがシャクティを演じています。そして2007年発売のスピリッツ以降は再び黒田さんがシャクティを務めていました。こうして一時的な変更はあったものの、20年以上にわたって黒田さんがシャクティ役を演じてきましたが、近年は目立った活動もなく、2020年頃には東京俳優生活協同組合を退所していることが確認されています。そのためか、ゲーム UC エンゲージで2024年に展開されたクロスオーバー UC エンゲージでは、
森田鈴香さんがシャクティ役を担当されています。平和を望むサイキッカーたちの祈りが行っていることなのです。憎しみを捨てて人々の魂よ、待つ人たちのいる故郷へと帰りましょう。なんて冷たい心。そんなに命を消したいの？シーブック・アノー。シーブックは機動戦士ガンダム F91 の主人公です。スペースコロニーフロンティア4に住むただの学生でしたが、クロスボーンヴァンガードの襲撃の際に F91 に登場したことで、コスモガビロニア建国を狙うブッホコンツェルンと戦っていくことになります。後にベラロナと共に宇宙海賊クロスボーンヴァンガードを立ち上げ、その中心人物として木星帝国との戦いに身を投じていきました。そんなシーブックの初代声優は、機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争でバーナード・ワイズマンを務めた辻谷浩二さんです。アニメ機動戦士ガンダム F91 から様々なゲーム作品でシーブックを演じていました。またクロスボーンガンダムシリーズに登場した身分を偽ったシーブックであるキンケドゥナウも辻谷さんが演じています。初登場から長きにわたって辻谷さんがシーブックを演じていましたが、2018年10月17日に脳梗塞によって亡くなられます。その後数年の間はゲーム作品で過去の収録音声が使われていました。しかし UC エンゲージで2024年7月から公開されているクロスオーバー UC エンゲージエンジェルハイロー編からは、ビルドファイターズの名人川口や G のレコンギスタのマスク役などで知られる佐藤拓也さんが2代目シーブック役を務めておられます。シーブックガンダム F91 出ます。運命なんてものが本当にあるのかはわからないけど、俺たちはここにいる。ザビーネ・シャル。ザビーネも機動戦士ガンダム F91 に登場するキャラクターです。クロスボーンヴァンガードにおけるエース部隊ブラックヴァンガードの指揮官で、冷静沈着な非常に軍人らしい人物となっています。一方で騎士道精神も持ち合わせているため、バグのような無差別攻撃を行う兵器を良しとせず、後にコスモバビロニアを離反する理由となりました。そんなザビーネの初代声優は柳田清之さんです。機動戦士ガンダム F91 からゲーム G ジェネレーションシリーズなど様々なゲーム作品でザビーネを演じていました。特にクロスボーンガンダムで木星帝国に寝返り過酷な拷問を受けて精神崩壊した後のザビーネがここまで知名度を獲得したのは柳田さんの演技力あってこそではないでしょうか。そして2021年にリリースされた UC エンゲージでも柳田さんがザビーネを演じていましたが、2022年11月14日に急逝されました。そのためゲームアーセナルベースや UC エンゲージの2024年8月以降からはビルドダイバーズの九条京也役で知られる笠間淳さんがザビーネを演じています。お前は死んだんだぞ。ダメじゃないか。死んだ奴が出てきちゃう。コスモバビロニア復活の礎となれ。クロノクル・アシャー。クロノクルは機動戦士ビクトリーガンダムの登場人物です。ザンスカール帝国の将校で、作中では主人公ウッソエビンの宿敵として立ちふさがりました。紳士的な性格をしており、序盤は身を挺して子供をかばう姿も見られます。しかし戦争が激化していく終盤では耐圧機兵器で地球上のあらゆるものを踏み潰す地球上化作戦の指揮を執るなど、指揮官としての冷酷さも持ち合わせるようになっていきました。そんなクロノクルの初代声優は檀智之さんで、アニメ機動戦士ビクトリーガンダムからゲーム G ジェネレーションシリーズなどで長きにわたって演じていました。しかし2013年10月に亡くなられており、約10年近くダンさんの収録音声が使用されていました。そして UC エンゲージでも2023年まではライブラリ出演という形でダンさんの声が使用されていましたが、2024年に公開されたエンジェルハイロー編では鉄血のオルフェンズの秋広アルトランド役で知られる匠康明さんが2代目クロノクルを務めています。しかしリガミリティアどもは無知この上ない。リグコンティオ、用意はできているんだろうな。レイン三日村。レインは機動武闘伝 G ガンダムのヒロインです。主人公ドモンの幼なじみで、ガンダムファイトでは彼のサポートクルーを務めました。メカニックとしてだけではなく、スパイ活動やガンダムの操縦まであらゆる面で
ドモンを献身的に支えています。時にドモンとぶつかることもありましたが、過酷なガンダムファイトを共に戦い抜く中で、2人の絆は一層深まり、かけがえのないパートナーへとなっていきました。そんなレインの声優を務めるのは天野ゆりさんです。アニメ G ガンダムからスーパーロボット対戦や G ゼネレーションシリーズ VS シリーズといった様々なゲーム作品で30年にわたってレインを演じてきました。そんな天野さんですが、2000年から数年ほど一時的に声優業を引退していた時期がありました。そのため後任として楢橋美樹さんが選ばれ、 G ジェネレーション、ネオとシードやサンライズ英雄タンシリーズなどでは楢橋さんがレイン役を務めていました。しかし2003年8月に天野さんが声優活動を再開。それに伴い2003年以降発売のゲーム作品からは天野さんがレイン役へと復帰しています。私今まであなただけを見てたから。で、それは大変だったんだから。レディー・アン。レディー・アンは新機動戦機ガンダムウィングに登場するキャラクターです。オズ総帥のトレーズへ深い忠誠心を抱いており、トレーズのためであれば手段を厭いませんが、時に行き過ぎた行為を取ることから、ことは全てエレガントに運べとたしなめられることもありました。物語中盤でトレーズの意図を理解してからは真に世界平和のために行動するようになっていきました。そんなレディー・アンの初代声優はさゆりさんです。ガンダムウィングやエンドレスワルツはもちろん、数多くのゲーム作品でレディを演じていました。しかし2012年頃に癌により亡くなられます。それからしばらく後任は不在のままでしたが、2019年に発売された G ジェネレーションクロスレイズからはガンダムオンラインなどでカスタムパイロットの声を担当されていた小野冬香さんへと引き継がれました。しかし人間として厳しく生きたつもりだ。機体の操縦なら昔から染みついている。カリス・ノーティラス。カリスは機動新世紀ガンダム X に登場するキャラクターです。世界統一という理想のため自らの意思で強化を受けた人工ニュータイプで、物語中盤にガロードたちの前に立ちはだかりました。当初はニュータイプとしての使命に執着していましたが、ガロードとの出会いを経て徐々に心境が変化していきます。強化の後遺症を抱えながらも最終回以降も生存しており、強化人間としては珍しく人並みの人生を送った人物でもあります。カリスの初代声優はゼータガンダムなどでサラザビアロフなどを務めた水谷優子さんです。アニメで演じて以降、G ジェネレーションシリーズやスーパーロボット対戦といったゲーム作品でカリス役を務めていました。しかし2016年5月17日に乳がんで亡くなられています。それからしばらくライブラリ出演という形で水谷さんの声が使われていましたが、2018年に稼働を開始したエクストリーム VS2 以降はガンダムエイジでエミリー・ヤスノやユノアースノを演じた遠藤彩さんがカリス役を務めておられます。僕がニュータイプだ。そう、僕がニュータイプだ。グエン・サードライン・フォード。グエンはターン A ガンダムに登場するキャラクターです。ムーンレイスとの融和政策のため奔走したり、黒歴史のモビルスーツを掘り起こし戦力を整えるなど、地球側のために精力的に活動していました。一方で自身の野望を果たすために他人を平然と利用するところがあり、物語終盤ではロランたちを裏切って銀河ナムと手を組み地球の支配を目論みます。なお少年愛の傾向があるようで、ロランに対しては人一倍強い執着心を見せていました。そんなグエンの初代声優は青葉剛さんです。アニメ版でグエンを演じてから劇場版や多くのゲーム作品でもグエンを務めておられました。なお G ジェネレーション F などでは機動戦士クロスボーンガンダムのハリソン・マディン役も演じておられました。そんな青葉さんですが、劇団青年座を経てから2005年末頃に劇団四季へ移籍。移籍先の劇団四季では副業が禁止されているため、必然的に声優活動も休止せざるを得なくなりました。そのため G ジェネレーションウォーズ以降の作品では機動戦士ガンダムサンダーボルトでコーネリアス・カカ役などを務める平川大輔さんがグエン役を引き継ぎました。ちなみにハリソン役も2007年発売の G ジェネレーションスピリッツ以降は平川さんに引き継がれています。和平主義のムーンレイスとお話し合いを続けていてみろ。どうなる？
対等に交渉するためには力が必要なのだ。シャムス講座。シャムスは機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73スターゲイザーに登場するキャラクターです。連合の特殊部隊ファントムペインに所属するモビルスーツパイロットで、皮肉屋な物言いをするどこかハスに構えた青年となっています。しかし仲間思いな一面もあり、同じ部隊のミューディーが死亡した後はコーディネーターへ激しい憎悪を向けていました。しかし最終決戦ではその憎悪に任せて戦ったことで、機体はエネルギー切れを起こし、そのまま敵の一斉砲撃を受け死亡します。そんなシャムスの初代声優は神谷博さんが担当していました。幼い頃にガンダムのパイロットになることを夢見ていた神谷さんにとっては初めてその夢を叶えたキャラとなっています。ちなみにガンダムに乗るのではなくガンダムになるという解釈をすると、 SD ガンダムフォースでキャプテンガンダムを演じた際に叶えていたりします。しかし2006年8月7日、神谷さんはバイク運転中に交通事故に遭い、1ヶ月近く昏睡状態となるほどの大怪我を負います。意識を取り戻してからは驚くような回復力を見せ、9月末には退院されていますが、本作の収録には間に合わなかったため、9月22日配信の第3話から宮野真守さんがシャムス役を引き継ぎました。そのため2006年11月に発売された DVD 版では1話から宮野さんによる再アフレコが行われ、以降発売されたゲーム作品でも宮野さんがシャムス役を務めており、実質神谷さんがシャムスを務めたのはネット配信の1話と2話だけとなっています。なお後にお二人はガンダム00にてセツナ役とティエリア役で共演しているので、シャムスは2人のガンダムマイスターに演じられた非常に珍しいキャラとなりました。ここで終わらせてやる。ぶっ殺せるんだぜ、あいつらを。ニコル・アマルフィ。ニコルは機動戦士ガンダムシードの登場人物です。クルーゼ隊のメンバーでブリッツのパイロットを務めています。平和主義者ながら戦わなければいけないという責任感からザフトへ志願した芯の強い少年ですが、アスランを守ろうとしてストライクに撃たれました。ニコルの最後のシーンがやたら流されることで有名で、シードでは14回、続編のデスティニーでは18回、劇場版では2回と合計34回も流されており、ネットでは親の顔よりも見たシーンと言われることもあります。そんなニコルの初代声優はナミさんです。アニメ機動戦士ガンダムシードや G ジェネレーションでニコルを演じています。しかし渡米で声優を一時休業したため、ニコル役は別の方へ引き継がれることになりました。こうして2004年から展開された機動戦士ガンダムシードスペシャルエディションからは、単影ガンダムのロランセアック役で知られるパクロミさんが2代目ニコルを演じています。なおマミさんが声優業に復帰した後、ニコル役の再登板はしていませんが、続編であるシードデスティニーや HD リマスター版で流される死亡バンクではマミさんの声が使われていました。僕の期待、あのブリッツならうまくやれるかもしれません。僕の期待、あのブリッツならうまくやれるかもしれません。カガリエラース派。カガリはガンダムシードシリーズの登場人物で、主人公であるキラヤマトとは兄弟の関係にあります。明朗快活なさっぱりとした性格で、思い悩みがちなキラやアスランを引っ張る存在として描かれていました。シードデスティニーでは父の後を継ぎオーグ連合市長国代表出張になるも、当初は国家元首としては脆すぎる一面も見られました。しかし劇場版シードフリーダムでは断固たる姿勢で争いの絶えない国家情勢に立ち向かう姿を見せています。そんなカガリはシードの頃から新藤直美さんが演じていました。続編となるシードデスティニーはもちろん、バーサスシリーズや2022年リリースアーセナルベースなど様々なゲーム作品を通して実に20年にわたってカガリを演じています。しかし2024年に公開された劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムからは森七菜子さんが2代目カガリとして起用されました。なお新藤さんは現在も声優を務めておられますが、公式からは声優変更の理由について弊社及び関係各位で話し合いを重ねました結果としか語られていません。20年越しの続編にもかかわらず多くの声優が続投となったため、カガリの声優変更に関しては多くのファンからひときわ大きい困惑の声が上がっていました。
前日譚となるシードフリーダムゼロでも森さんが担当されることになるかもしれません。オーブ連合首長国代表首長カガリユラ・アスハです。何の話だ。回答までの時間はまだあるはずだぞ。ニカ七浦。ニカは水星の魔女に登場するキャラクターです。地球寮のメカニックとして欠かせない存在で、その温魔な性格も相まって寮生から尊敬を集めており、粗暴なチュチュもニカ姉と呼び慕っています。ただ実は地球側の武装組織フォルドの夜明けの連絡係で、学園内で暗躍するシャディクとは協力関係にありました。ニカの声優は水星の魔女1話から宮本ゆめさんが演じています。しかし2022年11月14日に10月末から続いていた体調不良を理由に声優を一時休養しました。そのためアニメ第1クールの10話からは後にシードフリーダムで姫子ゆりを演じる白石遥さんが代役を務めています。ただ第2クールの収録時には宮本さんの体調が回復したことで2023年2月21日にはニカ役への復帰が発表されました。そのため第2クール以降は第1クールの8話までと同じように宮本さんがニカを演じています。メカニック科2年のニカ七浦です。わかんないことあったら聞いてね。頑張れ花婿さん。ということで以上、声優が変更になったキャラ総集編プラスアルファでした。担当声優が奇跡に入ったり都合がつかないなどやむを得ない事情で変更となっているキャラが多く見られました。声優の変更には賛否両論あると思いますが、どのキャラも引き継いだ方々の前任者へのリスペクトを込めた演技によって以前までのイメージを保ったまま新しい魅力を引き出すことに成功しているのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。